皆さん、こんにちは。みきこです。私のポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。皆さん、今日も元気ですか？私は最近 JLPT の N3 のクラスを持つようになったので、少し忙しくなりました。教材の準備がいろいろあって、それから私の働いている日本語学校はインドネシア人の先生もいるので、先生のアシスタントもしています。ですので、なんだか毎日バタバタしています。バタバタとは、忙しくて慌ただしい様子を表す言葉です。バタバタは日常的な場面でよく使われますよ。特に忙しい時とか、何かがスムーズに進んでいない様子を伝えるのに便利です。さて、話がそれてしまいましたが、今日は日本語学習のモチベーション維持について話したいと思います。私は日本語を教えていますが、外国語の学習者でもあります。韓国語とインドネシア語と英語を勉強しています。インドネシア語と英語は日常会話程度はできますが、韓国語はまだまだこれからです。ですので、今日は私が個人的にモチベーション維持のためにやっていることをみんなにシェアしたいと思います。皆さんのモチベーション維持についてもよかったら聞かせてくださいね。まずは目標設定です。これは絶対必要ですね。ゴール設定しないとゴールにたどり着けませんからね。私が一番初めに語学を勉強したのは英語です。当時の目標はオーストラリアで働きながら1年間住むことでした。ただ1年間住むだけじゃなくって、そこで働くわけですから、必死に勉強しました。英語の勉強は好きだったので、映画を見たり、本を読んだりしながら勉強しました。そして1年間働きながら住むという夢も叶いました。でも、その後日本に帰ってからは、ほとんど使わなくなったので、今は結構忘れてしまいました。でも忘れたくないので、今はデュオリンゴを毎日したり、映画を見たりなど、これ以上忘れないように努力しています。インドネシア語は生活に必要なので、頑張って勉強しました。実はインドネシア語の勉強は少し苦労したんです。なぜかというと、バリ島とかインドネシアの食べ物とか、インドネシアの文化などにはすごく興味があったのですが、見たいドラマや映画がなかったので困りました。インドネシア語に触れるためのコンテンツ探しが難しかったんです。最終的には好きな YouTuber を見つけて見ていましたけどね。今でも見ています。インドネシア語も日常生活には困らない程度にできるので、今はインドネシア語で日本語が教えられるように次の目標を立てています。韓国語は字幕なしで韓国ドラマを見るというのが私の目標です。毎日何かしらのドラマを欠かさず見ています。語学学習って筋トレと同じだなって思います。毎日地味な作業の繰り返し、そして継続することで力になる。言葉は覚えては忘れ、
覚えては忘れで何回も反復練習をします。そりゃあ挫折しそうにもなりますよね。そんな時は、なんで勉強してるんだっけって目標を思い出すと、モチベーション維持にもつながると思います。それから、語学学習が楽しくなる工夫をすることかな。やっぱり好きや楽しいって一番のモチベーション維持になると思います。私だったら今は韓国ドラマです。ポッドキャストもいくつか聞いています。韓国語は私にとって言葉の響きが可愛いので、聞いているだけでテンションが上がります。机の上で勉強する気になれなくても、1日1回は必ず勉強している言葉に触れるようにしています。両リンゴは毎日必ずやっているんですが、これはゲーム感覚なので楽しく続けられています。ハングルも両リンゴで覚えていますよ。いつも決まった時間にやってるんですが、決まった時間にやるのは習慣化するのにすごくいいです。仕事から帰ってきてソファーに座ったら両リンゴを開いています。私はどれだけ勉強が嫌な日も、忙しくて時間がない時も、両リンゴだけは毎日やっています。はい。それから、毎日昨日の自分よりできるようになっていることを確認することです。小さな一歩もしっかり自分で認めてあげます。人ってどうしてもできないところに目を向けやすいんですよね。ああ、今日は30分しか勉強しなかった、みたいに。それよりも、今日は30分勉強できたってできたところに目を向けた方が、絶対にモチベーションを保てます。1日たった5分でもできたら OK。1日1つでも単語を覚えたら OK。スピードは遅くなるかもしれませんが、必ず前に進んでいることが確認できると、モチベーションが上がります。それから、あったらいいなって思うのはコミュニティです。同じ志の仲間がいると頑張れます。語学学習はプライベートレッスンもいいですが、グループレッスンの方が私は好きです。仲間ができるし、人の間違いも勉強になります。そして自分の国の学習者だけが集まるコミュニティじゃなくって、いろんな国の人がいるコミュニティの方が最強だなって思います。私がオーストラリアにいた時は、スペイン人、フランス人、スイス人と仲良くなりました。共通言語は英語なので、必死に頑張りましたよ。一緒に楽しく遊びたいですからね。友達と話したいって気持ちはかなりモチベーションを上げてくれました。きっと恋人だともっともっとモチベーションが上がるかもしれませんね。私の夫の日本語も私と付き合ってから急激に伸びましたからね。愛の力は大きいです。最近はオンラインで気軽に集えるコミュニティもあるので、オンラインの語学コミュニティがあったら参加するといいんじゃないかなと思います。友達もできるし、モチベーションも上がります。私もこの YouTube チャンネルの登録者がもう少し増えたら、コミュニティを作ってみようかなと思います。はい。最後に語学学習のモチベーション維持のまとめをしたいと思います。まず、目標設定をすること。
これは最終的なゴール設定だけじゃなくって、毎日ちょっとずつ進んでいることが確認できる小さな目標を立てるのも大切だと思います。毎日日記を書くとか、1週間で何を勉強するかとか、それから同じ目標を持つ仲間を作ることです。私はこれでモチベーションの維持ができているような気がします。語学学習はネイティブと話せるようになるまでは本当に地味な作業の繰り返しです。でも言葉が理解できた瞬間やネイティブとコミュニケーションができた時の喜びはかけがえのないものです。私の YouTube を聞いて日本語を勉強してくれている人もいるので、私も同じように頑張ります。最後まで聞いてくれてありがとうございました。ほなまたね。